おお。どうすんのこれ。動画を撮ってないところで釣ってしまいました。こんにちは、トラオです。カメラを回す前に試し投げをしていたら釣れてしまいまして、ヒットシーンを撮影できませんでした。後半には別のイカのヒットシーンもありますので、最後までお楽しみいただければと思います。本日はアオリイカを狙いに神奈川県西部の堤防にやってきました。アオリイカといえば濃厚な甘みと肉厚の歯ごたえ、旨味成分が国産のイカで最高水準ととっても美味しいイカになっています。1日2日冷蔵庫に寝かせると何とも言えないとろっとしたですね、旨味と甘みが口の中に広がるような、そんな最高な味のイカです。寿命はわずか1年。1年間ですごい大きくなるんですよね。最大では5キロとかっていうアオリイカもいるとかっていう話です。ちょっと僕はそんなイカに会ったことはないですけれども、最後のシーズンの大きなイカを狙ってこの堤防にやってきました。今日はエギングでアオリイカを狙っていきます。エギングとはエギと呼ばれる日本古来の漁具を使った釣り方です。エギはエビのような形をした疑似餌です。竿と糸を操作することで水中をエビが逃げ回っているような動きを再現します。詳しい操作方法については僕よりもっと上手い方の動画を参考にしていただくとして、基本となる動きは大きく2つです。1つ目はエギを水中へ沈めるポール、2つ目は竿を動かしてエギを上方向へ跳ね上げるしゃくりです。このしゃくりとポールを繰り返しながらイカからの反応を待ちます。ちなみに今飲んでいるこのコーヒーですけど、セブンイレブンの水素焙煎コーヒー、ちょっと美味しくて僕好きです。今日の1杯目のヒットパターンなんですけれども、沖の方で釣れました。潮通しの良い沖側だったですね。ここでヒットしました。2、ゆっくりしたしゃくり方だったんですね。こんなようなポンポンポンと跳ね上げるぐらいでした。3、その後ちょっと長めのですねテンションフォールをしていたところをググッと持っていきましたね。これもそうですね。ちょっと引っ張ったっぽかったんですけども、ちょっと私竿先見てなかったと思います。多分これ、重みをしゃくった時に感じたみたいな感じでしたね。ちょっともったいなかったんですけど、この時間は満潮からの下げ潮が効いていて、かなり潮が動いていましたね。堤防の足元には波が強く打ちつけてさらしもできています。この時アオリイカを狙う上でいくつかの良い条件が重なっていました。まず1つ目なんですが、大潮の満潮から下げ始めて 1,2 分ほどのタイミングだったこと。潮が動き始めることでアオリイカが回ってくるチャンスが期待できます。そして2つ目は、足元のさらしの下にアオリイカの餌となる小魚が見えていたこと。大きさも使っていた 3.5 号のエギとほぼ同じくらいでした。そして3つ目は、ちょうど日が沈み、海の中へ差し込む光の量が変化していたこと。イカの警戒心が薄れ、餌を積極的に追い始める時間帯に入っていました。そして投げているのは山下のエギ王 K ムラムラチェリー。こちらの K ムラ発酵がこの香料減った状態でもですね、水中で発酵してくれていい感じにアピールしてるんじゃないかなと、そういった期待をして投げてみています。実際に実績のあるエギですからね。僕は夜釣りが好きで、チャンネル名も今夜は釣らないとっていう名前にしてるぐらいなんですけども、この堤防はですね、僕も夜釣りで通わせてもらってるんですけども、今年の2月かな、冬でも雪も降るようなね頃に1回来たことあるんですけど、その時は霧がですね、海水の面と空の間にブワーッと出てて、皆無が出てて、空と海がですね境界線がないような感じになってて、すごい幻想的な景色だったんですよね。でそれで空を見上げるとまん丸のお月様がポーンと出てて、ちょっと怖いくらいの景色だったんですけど、そんな状態で釣りしてるとすごく集中するじゃないですか。もうその時もエギングでですねしゃくってそこを感じてたんですけど、そしたら急に隣からですね、何か釣れますかって聞かれて、うわーっつってもう大声上げちゃったっていうのがあったんですけどね。まあね、ちょっと幽霊じゃなくてよかったなと思いますよね。本当。この堤防で一人いたら幽霊とはあってもね、階段ありそうですもんね、ここね。ここで言っちゃいけないか。やばいか、これ。でもさ、幽霊側もさ、困ってると思うんだよね。だってさ、例えば俺のこの動画にさ、映っちゃったとするじゃん、幽霊が。
まあ幽霊側からしたら映りたいわけでしょ。で映っちゃったとするじゃん。でもさ、俺がこれ動画でさ、幽霊出ましたっつってその動画出してもさ、また AI じゃんこれっていうふうに言われちゃうわけでしょ今。幽霊からしたらさ、これとんだ営業妨害だよね、これね、AI ってね。ね。困ると思うんだよ。うん。何の話これ。はい。煽りかっつってます。はい。竿折れちゃいました強引にやっちゃったらよくなかったっすね。しょうがない。いやー、これもやられちゃいましたいやー、やっちゃいました。でも1キロあるかなっていうぐらいですかね。うん。さっきの700が弱ぐらいですかね。はい。いやーバキってやるいやー長年連れ添った竿が死にました。はい。そしてこのざま、お気に入りのパンツがはあやっちゃいましたねよいしょ。終わった無理して抜いちゃいました。ちょっとねいけるかなと思ったんですけど、玉網持ってきてたんだけですけどねえ、そうですね、本当にねえ、玉あったのにねそう抜けるなと思ったんですよね。1あるかないかぐらい。うん。実際家で測ったらこれ 800g ちょっとでしたね。やってしまった。この辺持っちゃうと折れちゃう。ああ、そうですよね。曲げるならいいけど。はい。やっちゃいました。後ろ持っちゃうとつかんなくなる。はい。あれなんですか。折れたところ1番ですね。はい。これ見返してみたんですけどね、おっしゃる通りでした。で、あと私がその竿を持ち上げてるの角度がね、ほぼ垂直に上に向けてたので、それも良くなかったなって思いますね。大小でかいけど、まあでもまあ一杯釣れてよかったとは思いますけど。よいしょ。写真撮っとこう。いや無理してあげちゃいかんっていうね。もう足がひどい。パッキシいっちゃいましたね。いけるかなこれ。こんな感じでパッキシいっちゃいました。釣れたのはこの子でしたけどね。はい。もうみんな大好きな、やつですよねこれね。はい。名前忘れちゃった。もうね、この時名前も思い出せないくらいね。ちょっと興奮してましたね。ちゃったね。どんまいどんまい。大小でかいなでも。いや竿がね折れるとは思わなかったですね。新しい竿を買う口実だなこれ。持ってきてないですよね今日は2時間だけと思ったんでそうですね。はい。何回か当たりっぽいのあったんですよね。まあちょい大きめの方で40メートルぐらいのところですかね。40もいってないかな、30ぐらいで。
もうなんか気もそぞろなんですよね。もうしょうがないですね。盛大にあった盛大に合いましたね。もう折れてしょうがねえと思って抜き上げたらブシャー食らいました。いやー、あっち、これも糧にしてね、前に進むしかないです。はい、そして最後は、このブッシャーとかかったですね、墨を流して釣り竿をきれいにして、まだ全然地合いだったと思うので、急いでこの場をね、隣の釣り竿に出した方に手渡してですね、自分の方はちょっと外の方に飛びます。いやほんとね、この球もね言ってると思うんですよね。なんで俺使わなかったのっつってね、ほんと握ったのにね、1回ね。どうすんのこれ。いやちょっとした判断ミスでしたね。失礼します。ここでね、もう変えるしかなかったんですけども、もう反省会ですね、これは。はやったな。あ、やったよ。さおバキ。まあ大小とはいえちょっとでかかったかな。いやー、結構ねいろんな釣りでこれ使ってるんで、まあちょっともうしょうがない。リアルな顔。2万5000円ですか。ラテオもいいな。これも2万5000円ぐらいかな。サーフロッドもいいな。サーフロッドは3万5000円ぐらい。10フィート半。欲しいな。僕おすすめはエメラルダスの MX、 最新の新しいのが出ましたからね、こちらかなと思いますけど。よいしょ。ということで、何か皆様の参考になればと思います。ご視聴いただきありがとうございました。高評価ボタンとチャンネル登録もお願いいたします。ありがとうございました。